ポッドキャスター向けレコーダー、ポットラック P4 が大幅にアップグレードしました。ポッドトラック P4 Next をご紹介します。ポッドキャスター向けのレコーダーとして、おそらく市場に最も早い段階で投入されたポッドトラック P4、こちら伝説の名機、今でも愛用者の多いレコーダーの一つでありますけども、こちら2020年の発売でした。2020年の発売から約5年が経過して2025年、今回満を持してポッドトラック P4 Next が発売となりました。2025年10月に、突如公開をされたわけなんですけども、正当進化版です。最近 Zoom では話題の AI ノイズリダクションの機能、それから待望のコンプレッサー、そういったさまざまな機能的アップグレードが施されたこのポッドトラック P4 Next を今日は徹底解説をしていきます。そしてもちろん、P4 時代に気になっていたことを直ったらよかったなと、こういうふうになってほしかったなということの比較や、Mac ユーザーに特にあったであろう現象についての検証も含めて、今日はご紹介をしていきたいと思います。最初に結論を申し上げますと、ポッドトラック P4 をお持ちのユーザーであれば迷わず更新を検討してください。黙って買っていいぐらいの性能になっています。これから音声配信、ポッドキャスト、さまざまな媒体での音声配信を始めたいという方も、ポッドトラック P4 Next は大変におすすめしやすい機材になっています。そして、すでに音声配信、ポッドキャストを配信している方で、音声の品質を一つ上げたい、あるいは手間を録音や編集にかける手間を一つ下げたいという方にもおすすめの機材となっております。何せですよ、こちら実勢価格ポッドトラック P4 が2万1000円ぐらい、現状2万1000円ぐらいですけども、それを下回る1万9900円という、1万9900円だったと思いますという価格設定で出してくる驚異の肝入りのポッドキャスター向けレコーダーになってます。今後もポッドキャスター向け機材としての不動の地位を築いていくんじゃないかなというふうに期待させるポッドトラック P4 Next を徹底解説します。ここで自己紹介をさせてください。私は2009年から電気屋ウォーカーというポッドキャスト番組を配信しています。コーヒーと言います。2016年からインストチャンネル、こちらご覧いただいているチャンネルの配信を開始しまして、音声収録に関する機材ですね、ポッドキャスター向けの機材の解説や、趣味が高じて撮影機材の解説などを行っております。Zoom 製品といえばライブトラック L6Max、 最近発売された機材で私もレビューをさせていただきました。大変に再生回数が回っております。注目の高い機材だなというふうに思っておりますけれども、こちらの動画ももしご興味がありましたらご覧ください。私のチャンネル、すみません、ごったにチャンネルになっていまして、こういった機材のレビューから VR チャットのアバター軽量化解説動画、ポッドキャストまでをぐっちゃぐちゃに配信をしておりますので、興味がない方はぜひリストを活用していただければと思います。よろしくお願いします。では早速このポッドトラック P4 Next についての解説をしていきたいと思いますが、サンプリングレートビット振動の対応が変わりました。多くの方にとってはそうなんだっていう話になると思うんですけども、実はポッドトラック P4 というのは 44.1kHz のサンプリングレート、16ビットのビット振動に対応した機材だったんです。で、これなぜこのような設定になっているかと言われると、いわゆる CD クオリティというやつですね。楽曲制作、音楽制作においては CD の規格が 44.1kHz のサンプリングレート、ビット振動は16ビットという設定になっていまして、それにまるっきり合わせた機材です。そして、ポッドキャストをはじめとする音声配信では、それぐらいのクオリティがあれば十分だろうという市場調査のもとに決定されたものと想像しています。実際に私の知り合いのポッドキャスターさんに当時いろいろお話をお伺いすると、44.1kHz で配信している方は結構多かったです当時。さらに言えばですね、その下 22. 何 kHz 覚えてませんけど 22kHz 台での配信をしている、ポッドキャスターさんもいらっしゃって、ヤンマさんという技術的に大変お詳しい方でいろいろ教えていただいてるんですけども、ヤンマさんなんかは 22.05 なのかな、 22.1kg なのかな、分かんないサンプリングレートを選んでいました。サンプリングレートが下がるとどんなメリットがあるかというと、
ファイルサイズが小さくなります。ポッドキャストというのは多くの場合モバイル回線というかスマホの接続で公衆回線によるダウンロードを想定した場合にはデータサイズが小さければ小さいほど利用者ユーザーリスナーさんに対する負担が小さいというメリットもあります。アップロードする側としてもファイルサイズが小さいというメリットはあります。ただこのサンプリングレート下がっていけば下がっていくほど、簡単に言えば音質が悪くなる。誤解を恐れないで言うと FM 放送が AM 放送になっていくっていう感じでしょうか。イメージとしてはそういう感じですね。ただCD クオリティなので全く遜色ない問題のない設定でした。ただこの当時から動画の配信が盛んになっていたがためにすでにその動画クオリティのサンプリングレトロへの対応を期待する声というのは当時からあったんですね。というかむしろがっかりされていたと言ったらいいんでしょうか。で動画は何かというと 48kHz24 ビットという形になります。それ以上のサンプリングレートの設定っていうのはもちろんありますけども 48kHz が現状でいう一般的な使用用途に関しては、スタンダードなサンプリングレートになっているということなんですけども、この P4Next 48kHz への対応をしました。これによって大変喜ばれるのは何か誰かといえば、動画配信をしている方、ライブ配信 YouTube のライブ配信でもいいですし、収録でも構わないんですけども、動画の配信制作をされている方にとって P4Next は一つ使いやすい機材になったという認識になります。それから最近はビデオポッドキャストというどういうふうに受け止めていいかわからない分野が盛り上がりつつありますけども、映像付きのポッドキャストといえばいいんでしょうかね。編集を前提としない動画配信といえばいいんでしょうか。このビデオポッドキャストにも親和性が高くなったというふうに考えていただいていいと思います。48kHz24 ビット対応が行われました。それからオーディオインターフェースとして接続した場合、パソコンとかに使う場合ですね、今の 48kHz24 ビットは録音のファイル形式についてですけども、オーディオインターフェースで接続した場合にも出力が 48kHz24 ビット対応になっておりますので、そのままパソコンに接続してウェブカメと P4Next での配信ができるということになります。44.1kHz でもできるんですけどね。さらにアジオドライバーに対応しました。P4 は実はアジオに対応してなかったんです。パソコンに接続すると最大で 2in 2out という接続になりますが、こちら P4Next については 2in 2out の接続の他にアジオドライバーを使うことによって12in 2out 12in 2out の設定になります。なので DAW ですね、Cubase とか Logic Pro とかそういったものと接続をして各トラック各チャンネルに音声を入れていくということがやりやすくなりましたので、その点もメリットの変更点の一つです。それから P4 といえば気軽に遠隔配信ができる、コールインゲストという呼び方をするようですけども、コールインゲストを気軽に呼び込めるようになっているのもポイントです。P4 時代ですでにこれも当時すごく画期的だったんですけど、USB 接続で、インプットの4番に、音声を入れる。だからディスコードとかビデオチャットのソフトとかから音声を入れてきてゲスト収録をする。マルチトラックでゲスト収録をするということができたのが一つ。それから側面に TRRS 端子って要は4極端子ですね。スマホなどで使える4極端子を接続することによってスマホ経由タブレット経由でもう一人コールインゲストを呼んできて、3番に入れることができるという設定が当時ありました。1234で4チャンネル4人、2人の対面と2人のコールインゲスト合計4人の収録ができるというのが P4 でしたが、 P4Next についてはこれが最大5人になります。3人の対面収録と2人のコールインゲストで最大5名の収録が対応可能になっています。このあたりも後ほど詳しくご紹介をしていきます。皆さん待望のコンプレッサーが搭載されました。ワンプッシュコンプと言えばいいのか、ワンボタンコンプと言えばいいのか、適用量の調整はありませんがコンプレッサーの機能が搭載されています。詳しくお伝えします。2025年の Zoom といえば AI ノイズリダクションですね。ポットトラック P2 というこのポットトラックシリーズの中の一つ前に発売されたモデル P2 となり USB 接続で外部マイクを接続をして
ハードウェアでノイズリダクションをかけることができるという、なんかできなかったのってこう思いがちですけども、今まで類を見なかったハードウェアでのノイズリダクションというのはものすごく高額でプロ仕様の機材でしか実現できていなかったものを、この民生のしかもこの何万円という非常に安い価格帯の機材につけてきたというのが非常に画期的なんですけども、その P2 で搭載された初実装された AI ノイズリダクションがライブトラック L6MAX にも搭載され、そしてお待ちかねです。ポットトラック P4 NEXT にも搭載されることになりました。この AI ノイズリダクション、もうすでに電気屋をインストチャンネルの中では複数回ご紹介していますので、実力のほどは皆さんご承知と思いますが、このメリットご紹介していきたいと思います。実はサウンドパッドについても注目のポイントがあります。これは本当に痺れました。そんなことをね、今日はご紹介していきたいと思います。ではまずインプットから確認をしていきましょう。上部奥側の部分に XLR の端子が4本入っています。これは P4 の時代と変わりません。よくある XLR TRS コンボジャックではありません。TRS コンボジャックではないことに対して残念がるお声も Twitter とかでは見かけたんですけども、それは対応していれば便利だろうなというふうには私も思います。私も思いますが、何でもかんでもパーフェクトにできるわけではないので、コスト面とか性能、使い勝手、分かりやすさという面からの取捨選択があったんだろうなというふうに感じています。なので、XLR ケーブルで接続をできる、マイクが必要だということは一つのポイントです。おそらく大きな問題にはならないはずです。現状はコンデンサーマイク、ダイナミックマイクというのが当たり前に使われているマイクですけども、そのいずれかを使います。ダイナミックマイクですと手話の SM58 なんかが特に有名なところではないでしょうか。私も SM7B というね手話のマイクを使っています。この枠外にありますけどもコンデンサーマイクといえば何でしょう。コンデンサーマイクといえばこれってなんかパッと思いつかないですけども、大変感度のいいね音のクリアなマイクがたくさんある皆さんがお持ちのマイクが大概使うことができます。でファンタム給電、コンデンサーマイクには 48V のファンタム電源というものを給電しなければならないというのがあるんですが、ここ一つ解約と言っていいのかわからないんですけども、変更点の一つです。ポットトラック P4 の時はダイナミックマイクとして使用する、つまりファンタム電源オフというのと、コンデンサーマイクを使用するファンタム電源オンというのが各チャンネルごとに独立したスイッチを持っていました。今回ポットトラック P4 NEXT においてはその独立したスイッチによるファンタム電源オンオフ機能はありません。オミットされました。でどうやってするかというと、側面に、4チャンネルに対してのオンオフスイッチが存在しています。このオンオフスイッチで全チャンネルに対するファンタム宮殿のオンオフが切り替わることになり、それに対して残念だなという声も伺いました。でこれはですね、とても難しい。私自身もなんか 100% の確信を持っていつもお話できてないんで、こういうことだと理解してますよという話だけしかできないんですが、取扱説明書にはファンタム宮殿をオンにするならばファンタム宮殿に対応したマイクを接続してくださいと。でなければ壊れる可能性がありますよというふうに書かれてるんですね。これはどのメーカーのものにもそのように書いてありますし、なんかネットの解説記事とかでもそういうふうに書いてあるんですけども、じゃあ 48V 電源をオンにした状態で SM58 とかダイナミックマイクを使うと壊れるのかと言われると壊れないんですね。壊れません。ファンタム給電というのは必要のないマイクには給電をしないというのがそもそもファンタムといういわゆるファントムですね、亡霊幻でお化けのような存在の給電方式ですよっていう、そういうなんか命名ルールだったという説がありますが、本当は分かりませんよ。なので 48V ファンタム電源を供給しているところにダイナミックマイクを接続していたとしても別に壊れません、普通に使えますというのがファンタム電源のそもそもの仕組みです。なので、取扱説明書に書かれているファンタム電源に対応していないマイクというのはダイナミックマイクのことを指しているわけではないというのが私の個人的な理解です。ぜひ皆さんの
有識者の皆さんの感想とかコメントとかも、書いていただきたいんですが、結論から言うと別に、48V 電源をオンにした状態でコンデンサーマイクとダイナミックマイクを共に接続していて同時に使っていても問題はありませんので、ご心配なく。じゃあ何のことを言ってるのっていうと、私見たことないんですけど、リボンマイクとか呼ばれるものがあって、絶対に電源を供給しちゃいけないマイクとかがあるんだそうです。そういったものをつなげれば当然壊れるでしょうし、ダイナミックマイク大丈夫だよとかって言っても、なんか決線方法が間違っているわけのわかんないケーブルを使っていたとか、内部構造がちょっとおかしいダイナミックマイクを安く購入して使っていたとか、そういった場合に故障の発生がゼロとは限りませんから、そういうエクセプションっていうんですか、言い訳をしておかないとメーカーとしては対応ができないんだろうなっていう、理解をしております。なんか長く話しましたけども大丈夫ですという。ただし、じゃあなぜ、人は個別のファンタム電源供給ボタンがなくなったことを嘆くのかと言われれば、電源が入っている状態、マイクが接続されているファンタム電源が電源が入っている状態でファントム電源が供給されている状態でもしケーブルやコネクタを抜き差ししたならば、これはちょっと危ないですよね。ブッと大きい音が入ったりとかするので、機械にマイクとかに対して決して優しくありませんから、そういった時には必ず、オフにした状態、ベストは電源を落とした状態での抜き差しをしましょうという。これはファントム電源供給の有無にかかわらず、機材を大切に扱おうと思ったらば通電した状態で接続はしないということになりますので、そちらを守っていただければいいのかなというふうに考えています。一応ステップダウンというか、大きな変更でしたのでご紹介をしました。そして、1番2番3番、これが、対面用、この1番2番3番リアルの XLR 入力に対する扱いということで、従来は3番が、TRRS 端子との接続の配達切り替えになってましたが、今回は3番までは必ずローカルのチャンネルになっています。これも変更点の一つですね。で、4番が、TRRS 端子と XLR の配達選択になりましたので、従来のインプット3が現在のインプット4になります。もしマイクを接続して使いたい場合はここ4番大丈夫です。そして、TRRS 接続、スマートフォンを4極端子ケーブルで接続して使いたい場合は、ここの4番のここに差し込めばチャンネル4、インプット4番がそれに変わります。あと BTA2 というね、Bluetooth 接続ができる無線アダプターがありますけども、それもこの TRRS 端子を活用してますので、インプット4番についてはちょっと目立ちにくいんですけど、この側面にですね、XLR 入力と TRRS 入力、いわゆるスマホ接続の切り替えスイッチがあります。ちょっと目立たないんですけども。で、ここのスイッチの切り替えで、どちらかを選択する仕様になっていますので、なのでローカル、それから TRRS との兼用端子ということで4チャンネル。あれ ?USB はっていうふうになると思うんですが、USB はここから出ました。4チャンネルから独立して USB が存在するようになりました。なので、冒頭申し上げた通り最大5人の収録ができるというふうにお話をしましたが、ローカルの対面3人と、インプット4番を TRRS 接続でスマホなどにつなげた場合の1人目のコールインゲスト、そして常に存在している USB 接続でパソコンから入ってくるコールイン2人目のコールインゲストということで、3ローカル2コールインゲストの5名収録ができるようになっています。ポットトラック P4 そして P4 Next はともにマルチトラックレコーディングに対応しているレコーダーです。もちろん2ミックスと呼ばれる全てのチャンネルでバランスをとって最終的に出力される音声をステレオで撮っておく2ミックスマスターアウトみたいなもの存在しますが、その他に各チャンネル、それからサウンドパッドで USB をそれぞれに独立したトラックとして録音をすることが可能になっていますから、2ミックスの音声をそのまま収録配信に使うのも OK だし、各トラックの音声を後ほど DAW などのポストプロセス、その編集に乗せて、
番組を仕上げていくということも可能になっていますので、そのあたりの柔軟性も大変便利です。そして今ちらっとお話をしてしまいましたが、サウンドパッドですね。 P4 の時代もサウンドパッドっていうのは別にステレオの録音データが残せるようになっていますけども、P4 NEXT についても4ボタンのサウンドパッドがあります。我々ポン出しなんて言ったりしますが、ジングル、番組冒頭のジングル、番組間のジングル、場面が切り替わる時のチャイムのようなものですね。タイトルを叫んだりする方もあります。それから BGM、 当然番組の背景で流れている音楽、それからオープニングやエンディングの音楽などなどいろいろあります。凝っていけば凝っていくほど BGM とかジングルっていうのは使いたくなっていくものなんですけども、このサウンドパッドが4つあります。大きな変更点として P4 ではこれ聞こえるんじゃないかな、ボタンがね硬かったんですよ。硬質の樹脂プラスチックでできているボタンで、スイッチの機構の音自体も大きかったんです。なのでこれが収録に乗るとは思えないですけど、でも気持ち悪いですよね。気持ち悪いっていうのは押したくない心理的抵抗感が特に音にこだわる方にとってはあったかもしれないです。 P4 NEXT についてはこれが非常にソフトなボタンと押し心地になりました。聞こえるかな。今までの高いカチカチという音に対してクニックニッというグミを押し込んでいるような操作感になっているので、ノイズとか振動という面では大変に使いやすい改良がされています。これで、123のローカルと4番は、XLR かスマホの入った選択式で USB があってサウンドパッドという録音できるようになっております。なので同じポッドトラック P4 あるいは P4 NEXT と言いながら1チャンネル増えているというのが変更になります。さあ、じゃあインプットの話になっていきますけども、プリアンプゲインです。P4 NEXT は24ビット録音。最近 Zoom といえば32ビットフローとデュアル AD というのがキーワードの一つになっていますが、32ビットフローとデュアル AD を採用せず、24ビットリニアの録音、従来と同じような仕様になっています。で、気になるマイクゲイン、プリアンプゲインなんですけども、マイク入力の音の大小はここのダイヤル、大きいダイヤルで決めていきます。これが、ミキサーでいうとこのプリアンプゲインとフェーダー調整を、一つで兼ねているというふうに言って構わないと思うんですけども、マイクの音量の調整をとか、それから音量バランスの調整をもうこの一つのノブだけでやってしまうという形になります。で、私たち気になるのが音が小さいというご指摘をいただくことがあるんですというポッドキャスターさんからの相談を今までに何度も受けたことがあるんですが、その音の小ささについて、2つの要素があると思っていて、1つはマイクプリアンプゲインの性能です。どれぐらい音量を大きく持ち上げていくことができるのかっていうこと、プリアンプが持つノイズ、そのセルフノイズ、自分そのアンプ部品が持つノイズがどれぐらい大きいのかっていうことです。一応スペックで出てるので見ていただければ分かるんですけども、プラス 70dB 分の音量を持ち上げられる強力なプリアンプでして、セルフノイズも非常に小さいということです。だからこのお部屋の中の環境音、パソコンのファンノイズとかエアコン、冷蔵庫、そういったものの音は置いといて、もしマイクにそういう外部の音が一切入っていなかったならば、自分のこのアンプのノイズとしてはかなり小さいよというふうにされています。で、腹ペコマイクとして有名な SM7B をつないでみました。後でちょっとサンプルをできれば入れたいなと思ってますけども、マイクアクティベーターとかね、マイク、ブースターと言いますけども、クラウドリフターとかフェッドヘッドとかダイナマイトとか、そういった音量を持ち上げるための別のデバイスを使わなくても十分な音量を稼ぐことができる、そういったパワーのあるプリアンプになっていましたので、もうSM7B が使えるってことは大概マイクが使えるということになりますので大丈夫かなと思います。ポッドキャスト品質、音声配信品質を持ち上げるさまざまな便利機能がつきました。
一つはコンプレッサー、待望ですね。これオルネポの桃屋のおっさんさんが、昔から言っていましたけども、で今回も言ってましたけども、音量小さい問題を解決する2つ目の方法はこのコンプレッサーです。私も専門家ではないので詳しい説明はできませんし、表現に誤りがある可能性はありますけども、特にデジタルオーディオの世界では 0dB というところを超えてしまうと音は一気に破綻といいまして、音が割れてしまったりするということがあります。だからこの 0dB を超えないというのがとても大事なポイントの一つになります。でこの、音量を見るのにピークメーターといって、その音の大小を瞬時にこう見るね、レベルがピコピコ緑色のメーターが動いたりしますね。で黄色になって赤になったりするわけなんですが、そのピークメーターという表示と、それからラウドネスという考え方があります。ラウドネスっていうのは聴感上、耳で聞いた時の音の大きさを評価する指針でして、ラウドネスの値がどれぐらいになっていますかということを評価するようになっています。でこのラウドネスというのは実はそのピークの音の大小とはちょっと関係ないというかずれているところがありまして、なんかピークではポンと大きくなるんだけども、聞いた感じではそんなに大きくないよねっていうことがよくあります。それから複数人で配信をしていると、A さんの音はちょっと大きいけど B さんの音はちょっと小さい。バランスとして聞いているととても聞きにくくなってしまうということもありますね。こういったものを解決する方法はいくつもあるんですけども、その中の一つがコンプレッサーです。コンプレッサーというのはこの 0dB、0dB とは言いませんけども、音の一番大きいところからちょっと叩いてあげるんですね。ギュッと上を、リミッターをかけるように押さえてあげるんです。そうすると例えばピークが、極端な話0だったとして、そこからマイナス 6dB をギュッと押さえてあげたとします。そうすると音の大きい部分だけを一回ポンと叩いてあげるわけですね。でその状態でここを全体をちょっと持ち上げる。そうすると、一番大きいレベル的に大きい音を叩いて全体を持ち上げることによって、あたかもこの音全体がギュッと大きくなったかのような効果が得られるというのが、コンプレッサーに期待する結果の一つだと思っています。それがこの P4Next にも搭載されました。しかもワンボタンでいい具合にしてくれるということになっております。かかり具合を調整したい人にとってはいい具合に調整しないで自分で調整させてくれよということになるわけなんですけども、多くの音声配信者の人にとっては、こだわり抜いたレシピを自分で実現するというよりも、お手軽に音量をいい感じにしてほしいというニーズの方が高いということになりますので、特にこのポッドトラック P4 という、機械についてはワンプッシュのコンプレッサーがついています。これも後で、音量のサンプルを入れさせていただきますが、とてもいい感じに持ち上げてくれます。残念ながら私ここ一人でやってるので、音量差があるもののサンプルというのはちょっと作れないかなと思うんですけども、それでもこのコンプレッサーボタンを押しておけば音量がギュッと持ち上がって、なんていうんですか、厚みのある音って言えばいいのかな、ラウドネスの高い音は、配信することができますので、このコンプレッサーボタンが搭載されたことは大変大きいプラスだったかなと思います。続いて、コンプレッサーの性能テスト、性能検証します。同じように、メモリは7あたりで、マイクの距離感変えてません。口元から、10センチないぐらいで、コンプレッサーが効いていない状態で今レベルの触れ方はこれぐらいですね。皆さんご機嫌いかがですか？インストチャンネルのコーヒーです。皆さんご機嫌いかがですか？インストチャンネルのコーヒーです。ではコンポを入れてみます。皆さんご機嫌いかがですか？インストチャンネルのコーヒーです。皆さんご機嫌いかがですか？インストチャンネルのコーヒーです。こちらですね。インプット1番のレベルの触れ方は変わっていないように思います。ですが、マスターアウトの方、右側にある大きな2つのレベルメーターについては触れ方が大きくなったように感じます。ではもう一回オフにしてみましょう。はい、オフにするとインプット1番のレベルの触れ方とマスターアウトのレベルの触れ方はほぼ同じように触れているのが確認できると思います。
これがコンプレッサーを入れると大きくなりますね。ではコンプレッサーを入れてみます。はい、コンプレッサーを入れるとそうですね、見た目レベルメーターの触れ方が随分違ったのが分かると思います。これがコンプレッサーの違いです。そしてトーンというのがあります。トーンは EQ と DS です。EQ というのは皆さんご存知かなと思います。イコライザーと呼ばれるものですけども、カーナビなんかにもついてますよね。こうビビビビビってこう波になっていて、低音を大きくしようとか高音を小さくしようとか、そういうやつですけども、この EQ をある程度こうポッドキャストとして聞きやすい周波数帯を持ち上げ、聞きにくい周波数帯を整理するということを、Zoom が考えたレシピで処理をしてくれるというのがこのトーンです。さらに DS、私もちょっと S が強いなぁと自分で思ってて、DS の作業はとてもいつもこうストレスを感じるところなんですけども、サシスセソというこうかすれたような音が結構耳につく、耳障りな音声要素になっていて、それを低減するための機能です。低減する機能はいろんなこれまた方法があるんですけども、おそらくこのトーンでやってることは、DS のこの視察音の領域であろう、ところの EQ カーブをギュッと絞ってるんだろうなという形になります。音声によって合う合わないも多少あるでしょうし、皆さんのお好みもあると思います。やっぱり声の良さを売りにしているポッドキャスターさんとかだとトーンでちょっと味付けが変わってしまうのを嫌う方もいらっしゃるかもしれないので、これはもうお好みで自分に合うかなと思えば使えばいいし、合わないかなと思えば使わなければいいという感じです。ご覧いただいているようにゲイン調整ダイヤルは1234567 7ぐらいですね。7をやってます。で、口元から10センチぐらいのところにありますけども、レベルメーターの触れ方はこんな感じです。マイナス12デシベルがピークぐらいかな。本来はもう少し上げるべきですね。はい、この状態で、トーンの検証をしてみます。まずはトーンが効いてない状態です。皆さんご機嫌いかがですか？電気屋ウォーカーのコーヒーです。皆さんご機嫌いかがですか？電気屋ウォーカーのコーヒーです。ではトーンを聞かせてみましょう。はい、トーンのボタンを押しました。レベルメーターの触れ方は特に変更がないような気がしますね。皆さんご機嫌いかがですか？インストチャンネルのコーヒーです。皆さんご機嫌いかがですか？電気屋ウォーカーのコーヒーです。間違えたね。皆さんご機嫌いかがですか？電気屋ウォーカーのコーヒーです。皆さんご機嫌いかがですか？電気屋ウォーカーのコーヒーです。今は少し明るめの声を出しています。私の声の中でも明るめの声という感じでしょうかね。音声は普通の大きさで喋っています。小声とかそういうことではないです。じゃあちょっと低めの声の方でやってみましょう。こう気持ちをね、低くしてって感じですね。皆さんご機嫌いかがですか？電気屋ウォーカーのコーヒーです。皆さんご機嫌いかがですか？電気屋ウォーカーのコーヒーです。トーンをオフにして低めの音。皆さんご機嫌いかがですか？電気屋ウォーカーのコーヒーです。皆さんご機嫌いかがですか？電気屋ウォーカーのコーヒーです。次に特に視察音の方ですね、やってみましょう。なんか例文を用意してないんでどうしようかな。さしすせそ、さしすせそ、さしすせそ、佐藤さん、塩田さん、須藤さん、曽根田さんもう再現できない。佐藤さん、塩田さん、須藤さん、曽根田さんかな。トーン入れます。さしすせそ、さしすせそ、佐藤さん、塩田さん、須藤さん、曽根田さん、せがない。佐藤さん、須藤さん、違う。佐藤さん、塩田さん、須藤さん、瀬川さん、曽根田さん。佐藤さん、塩田さん、須藤さん、瀬川さん、曽根田さん。どうでしょうか。じゃあ一旦トーンをオフにします。そして AI ノイズリダクションですね。ここの3つ目のボタンですけども、AI ノイズリダクション、もう説明の必要がないでしょう。ハードウェアで、
行うことができるワンプッシュで適用することができるノイズリダクションです。性能は折り紙付き。今私がポットトラック P2 それからライブトラック L6MAX でノイズリダクション AI ノイズリダクションのサンプルをいくつか皆さんにお聞きいただける状態になってますけども、本当にびっくりするぐらいノイズがスーッと消えていきます。でこのポットトラックという文脈でお話をすると、結構ノートパソコンを使って収録配信をしています。あるいはその収録の際にノートパソコンが動いていますというシチュエーション。同様にデスクトップのパソコンが動いていますというシチュエーションがあります。これは、ファンノイズですね。パソコンの熱を排熱するために、ファンが回ってますけども、このファンノイズが音声品質を落としてしまうという現象があり、それにお困りの方も多くいらっしゃいます。それから暑い時寒い時のエアコンもどうしてもつけたくなりますよね。1時間の収録エアコンを切ってました。もう冬はもう凍えるほど寒いです。夏はもう汗だくですっていうことがあるわけなんですが、そんなことをしてると倒れてしまいますので、エアコンをつけます。エアコンをつけた際のそのエアコンの作動音、風がボンボン吹きつけてしまってはちょっとあれですけど作動音、それからワンルームで収録されている方は冷蔵庫、あるいは窓の外の音、そういったノイズっていうの環境の音というものが必ずあります。その環境の音を、AI が分析をして、リダクション下げてくれるという機能がついていまして、これが大変優秀です。ポッドキャストの収録という場面においては AI ノイズリダクションは大変有効で、もう P4 を持っている人を黙って P4 NEXT に買い替えたらいいよっていうふうに言ってるのはここです。本当にいいです。で今、ノイズに困ってないよという方にとってもいいものだろうと思っています。なのでぜひこれは実際に触ってお試しいただきたいと思っています。今ちょうど雨が降ってるんですが、雨の音聞こえるでしょうか。車内にいます。エンジンを止めた車の中にいて、フロントガラスや屋根に落ちる雨音が聞こえている可能性が高いですね。AI ノイズリダクションの検証も合わせてしてみましょう。AI ノイズリダクションをオンにしてみます。はい、AI ノイズリダクションを入れました。おそらく今モニタリングしてませんが、おそらく周りの音がスーッと小さくなってるんではないかなと思います。環境の音が小さくなってより音声に集中できる音源になってるんじゃないかなと思います。またオフにしてみます。はい、オフにした瞬間に環境の音が戻ってきたんじゃないかなと思います。もう一度オンにしてみましょう。はい、学習が終了しました。これでまた環境の音がスッと小さくなったんじゃないかなと思います。環境を選ばず、クリアな明瞭な音声を収録ができて、マイクの使い方や体の動きによる音量変化を最小限にとどめてくれるという、そういうコンプレッサーや AI ノイズリダクション、そして、視察音などを低減する、そして聞きやすく EQ を調整してくれるトーンの機能を合わせて使うことによって、聞きやすい配信にすぐそのまま載せてプロクオリティに近づけられるような調整を本キーボタン一つでしてくれるのがポットトラック P4 NEXT の魅力の一つです。いや、触れってどうすんのよってことなので、旅するポットトラック P4 という過去2020年に私がやったいろんなポッドキャスターの仲間にご協力いただいてやった企画がありますけども、旅するポットトラック P4 NEXT を、やるつもりです。皆さんにポッドキャスト仲間、音声配信仲間にこれを私の機材をお貸しして皆さんに試してもらいたいなと思っておりますので、それはちょっと後ほど詳しくご紹介をします。はい。で、ボタンになっていないメニューの内部に設定があるもので2つ、ローカットとリミッターという機能があります。ローカットについては、ある一定の周波数以下の部分の音をEQ の操作で絞ってしまいますよと。ハイパスフィルターとかローカットフィルターって言ったりするんですが、です。
で、デフォルトでオンになっています。これをオフにする必要は通常ないと思っています。ローカットというのは、この定常的に発生している、そのあまり意味をなさない音って言ったら誤解がありますけども、音声配信にとっては必要のない音を自動的に絞っておこうという機能なので、それがついていればいい。今もついて、P4 でもついています。リミッターも同様です。先ほどコンプレッサーの時にお話をしました 0dB を超えると音声が破綻するっていった問題に対して、なんとか 0dB を超えないようにしてくれるっていうための機能でして、これもデフォルトでオンになっています。そのままでいいと思います。そういったものがありますね。でサウンドパッドについて、サウンドパッドもP4 の時は 44.1kHz 16ビットしか使えなかったんです。で 48kHz のサンプリングレートの音声ファイルや24ビットのサンプリングレートの音声ファイルを入れるとどうなるかというと、コンバートという処理、変換作業をしてました。 48kHz24 ビットの音源、音声素材があればそのまま使いたいですよね。それが今回はそのまま使えるようになりました。これは地味ですけど大きい進歩だなと思って、ありがたいなと思っています。で、ファイル名に2バイト文字、日本語、ひらがなやカタカナ、漢字を使っているファイル名のものも今や当たり前ですけども、それを入れるとどうなるかというと、P4 NEXT 上での表示としては、2バイト文字は空白の扱いになるのかな。なので01あいうえお2025っていうファイルネームの音声素材があったとして、それを P4 NEXT に入れると01空白2025っていうファイル名に変換されます。変換されるとか表示されないと言えばいいのかな。ただその2バイト文字を含んでいても普通に扱うことができるので、全部2バイト文字だと何だか分かんなくなっちゃいますから、それは困るんですけど、多少2バイト文字が入っていても自分で分かるならそのまま読ませても構わないということになりますね。で、再生モード、これも今回の目玉のポイントの一つです。私ポッドトラック P4 NEXT を触ってみて、うわっと思ったのは AI ノイズリダクションじゃないんですよ。このサウンドパッドにうわっと思いました。AI ノイズリダクションはもう知ってしまっているからということになりますけども、サウンドパッドの再生モードはワンショット、ポーズ、ループ、ホールドという4つのプレイモードが今までも存在してたんですけども、このワンショット、ポーズ、ループ、ホールドの他にフェードアウトショート、フェードアウトロングっていう2つのプレイモードが追加されました。これは神です。何それっていうと、再生をするとループモードで再生されます。つまり同じ音声素材をずっと連続して再生し続けるモードになるんですけども、再生を止めようと思ってボタンを押すと1秒、フェードアウトショートの場合は1秒かけてフェードアウトしていきます。なので BGM を流していた状態からループ再生を停止するとスーッと音が消えていって次に行くことができるというのが組み込まれているんです。ボリューム、音量調整とかをする必要なくて、ワンボタン押すだけで自動的にいつでも1秒のフェードアウトをしていくっていうことになる。これすごくないですか？自分で調整できればいいじゃんって。例えばね、P4 だとこの音量調整のダイヤルがついていましたから、自分ですりゃいいじゃんってなりますけども、これがなかなか私たち素人アマチュアポッドキャスター配信者にはなかなかうまくいかないんですよ。シュッとね、忘れてしまったりなんだりっていう、あと操作をするということ自体がやっぱり億劫なので、それがボタンを押すだけでいつでも1秒のフェードアウトになるというのが大変便利です。ブツッと止まらないんです。これはだからライブ配信に使うとかノー編集で配信するとかっていう人にとっては、このワンフェードアウトショートというのは神機能なんじゃないか、なんで今までなかったのっていうぐらい神機能なんじゃないかと思います。同様にフェードアウトロングという機能がありまして、フェードアウトロングは5秒間かけてフェードアウトしていきます。演出効果とか自分の好みによってフェードアウトショートの1秒のフェードアウトがいい方はそちらを選べばいいですし、フェードアウトロング5秒ですっと余韻を残してフェードアウトしていきたいという方についてはフェードアウトロングを選択すればいい。いずれにしても設定さえしておけば
必ず停止をする際にはフェードアウトショートないしはフェードアウトロングを選択できるというのがすごいことです。これは本当にポン出し使っている人 BGM 使っている人は嬉しいと思うな。はい、それではフェードアウトショートロングのデモンストレーションいきたいと思います。 AB にはフェードアウトショート、 CD にはフェードアウトロングが設定されています。まずは BGM を鳴らしてみましょう。はい、こんな音量バランスで BGM と音声を配信しております。ちょっと大きいかな。こんな感じでいいかな。はい。それではフェードアウト、ショートを押してみます。喋りながらの感じですが、こんな感じになります。はい。自然とスッと音量が下がっていく感じです。もう一回お聞きいただきます。こんな感じでフェードアウトしていきます。ワンボタンで音声がフェードアウトしていく、フェードアウトショートです。はい、こちらもショートが設定されています。BGM が流れている時に押してみますと、こんな感じで音声が終わります。もう一度やってみます。はい、こんな感じです。シート D にはフェードアウトロングが設定されています。このように再生しています。そして、ボタンを押しますと5秒かけてフェードアウトしていきます。フェードアウトしていく様はこんな感じです。自然な感じでスーッとね、下がっていく感じがあると思います。今度は D でやってみましょう。こちらも同じようにフェードアウトロング、フェードアウトロングが設定されていますが、停止ボタンを押すとこのように5秒間かけてじっくりと下がっていく形になります。使用の用途はもちろんその皆さんの演出意図によって変わっていくんですが、例えばフェードアウトロングのユースケースで言うと、オープニングに何かしらの BGM を入れていて、皆さんこんにちは、インストチャンネルのコーヒーです。今日も、音響機材等の確認、レビューを行っていきたいと思います。よろしくお願いします。今日もね、だいぶ寒くなってきましたけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。だんだんと冬が迫ってきてるなという感じがしますが、という感じで、本番に入っていく、自然とオープニングの BGM から、無音の状態になっていくような演出効果を狙いたいときには、フェードアウトロングが結構効果を発揮してくれるんじゃないかなと思います。一方でフェードアウトショートというのは、そのコーナーの切り替わりとかスパッと音声を止めたいときにいいものなんじゃないかなと思います。さあ、ここまでお付き合いいただきましたがいかがでしたでしょうか。続いてのコーナーに行きたいと思います。続いてのコーナーはお便りのコーナーです。みたいな感じで、パッと場面を切り替えたいときに有効なんではないかなと思います。いかがでしたでしょうか。これが、ポットトラック P4 Next で搭載されましたフェードアウトショート、そしてフェードアウトロングの、解説になります。ぜひここの感想を聞いてみたいです。だから旅するポットトラック P4 Next の参加者の方にも AI ノイズリダクションすごいねって当然出ると思うんだけど、このフェードアウトショートを、特にフェードアウトショートの使い勝手はもう神だと思う。だからそれを使ってもらいたいなと思ってます。これは本当にいいです。で、サウンドパッドで唯一注意点としては、P4 ではサウンドパッドの調整が音量ノブでの調整ができましたけども、 P4 Next ではそれがオミットされました。なくなってしまいました。じゃあどうやって音量調整するのっていうと、メニューボタンを押すとこの中から、サウンドパッド4つに対して各チャンネルの音量の調整と全体4チャンネルの全体の音量調整という2つの調整があって、それが触れるようになっています。だからで配信中はその音量調整だけができるようになっているので、分かってしまえばそれほど悩むことではないんですけども、ダイヤル調整で音量を細かく調整してた人がいたとしたらば、その操作感ではなくなりますよという点は注意です。なんでこんなことになったのかというと、4つの素材の音量はあらかじめこれぐらいで聞かせたいバランスっていうのが事前に設定できるよねという点が一つ。それから全体の音量の調整も事前に設定できるよね
フェードアウトボタンでループフェードアウトショートにしました。だからボタンを押せばいいんじゃない？ということは配信中に細かく音量を調整する必要はなくなりましたよね。という設計思想なんじゃないかなというふうに理解しました。まあそうねという人にとっては別に、問題ないという形になってます。音量調整自体はやりにくくはないですね。ボタンでポチポチ押さなきゃいけない点はありますけども、やりにくくはないので、まあ納得できる範囲なのかな。残念ですかと言われれば残念ですよね。でも毎回最近思うんですけど、100点満点の機材なんて絶対ありえないので、どこかでバランスを取らなきゃいけないですから、まあそういうことなんだなというふうに理解しました。オーディオインターフェースも大きな変更がありましたね。インプットチャンネル4番にあったものが独立したものになりました。で、結果的に解約としては、ダイヤル調整での音量調整ができなくなりました。で、これはどういうことかなというと、ここで調整できればそれはダイレクトに良かったんですけど、パソコンの音量なんだからパソコン側で調整できるよねという理解なのかなと思います。いや、パソコンの音量は変えたくないのよ。P4 に入ってくる音声のバランスだけ変えたいのよ。という場合は、サウンドパッドと一緒でメニューを押すと中でレベル調整ができるようになっているので、P4 ネクスト側での音量調整ができないわけではないです。ただこのノブじゃなくてボタンになったよという変更なのでご注意ください。で、もう一つがUSB が独立して、チャンネルのこのユーザーインターフェースの外に出てしまったことによってもう一つ現れてくる弊害がミュート機能が使えなくなりました。前まではねこうボタンを押すとミュートになったんですけど、これが使えなくなりました。まあパソコンのミュートなんだからパソコンでしましょうということなんでしょう。なのでそこを使いこなしてた方については要注意ではあります。電源です。電源は、3系統用意されています。底面の蓋を外すと乾電池2本が入ります。連続使用時間はそれほど長くありません。バックアップの電源だと思って私は理解しています。で、左側面に USB のポートが2つある。これは P4 と一緒ですね。電源供給専門用のポートが1つと、データ通信も行えるポートとあります。2つあります。で、電源供給専用ポートについては USB のモバイルバッテリーとか、それからパソコンの USB 接とかで5ボルトを供給できれば給電可能ですので、これは柔軟性が高いなと思います。で、なぜデータポートと給電ポートがそれぞれ分かれて存在しているかというと、スマートフォンとかに接続した場合にスマートフォン側から電源供給をしない、されてしまったとしたらスマートフォンの電源をどんどん奪ってしまうので、そのために電源供給専用のポートがあります。一番優先されるのがここです。で、バスパワーでパソコンとかからの接続で電源供給をしたい場合はそれもできます。ただし、電源投入する前に、データ通信と電源供給ができる USB を挿しておけば、電源をオンにした状態で、オーディオインターフェースとしての接続と電源供給を行うようになります。ただし電源を投入した後でこれをつないでも電源供給はされません。その場合は電源供給専用ポートからの給電か乾電池からの給電になりますので、思わぬ電源喪失に、遭遇してしまう可能性がありますから、バスパワー給電をしたい方については、そこは注意しておきましょう。電源を投入する前に接続をしておかないとダメだよということになります。仮に電源が失われてしまったり、不意に P4 Next が止まってしまったとしても、音声ファイルは自動的に保存される仕組みになっています。これは私夏休みの自由研究で一回その当時私が把握している Zoom 製品のほとんどを調べましたけども、気持ち悪い研究をしてたんですが、P4 の場合は30秒ごとに自動保存される仕組みになっていまして、途中で電源が失われても最長30秒のロールバックで音声は保存されている仕組みになっていました。それが P4 Next でも同様です。なので、あれ今電源切れちゃったってなっても、30秒は失われるかもしれませんけども、それより前の音声は
一応データとしては残っている。電源投入ファイナライズ方式だったかな。だからもう一回電源をつないでボタンを押すと書き込みが完了して取り出せるようになるっていう形だったかと思っていますけども、ごめんなさい、間違ってたらすいません。その方式での自動保存がされていますので、そこも安心ポイントです。32ビットフロート録音デュアル AD への対応がされてないっていうことに対する声もありましたが、そこについて私なりの見解をご説明をしておくと、必要性からだろうなというのが結論です。32ビットフロート録音デュアル AD というのはものすごく大きい音からものすごく小さい音まで想定してない範囲の入力が来ても対応できるというメリット、それから接続されるものがいろんなものであるという、マイクもいろんな種類、それから楽器なども入ってくるかもしれないという、いろんな入力に対応するという前提があって、その調整の範囲を超えてしまう可能性がある。あるいは調整の範囲よりも小さい音で入ってきてしまった時の対応力を増やしていくっていうのが32ビットフロート録音デュアル AD の真骨頂なんですよね。解説動画の中でもご説明しているので、ぜひお時間があれば見ていただきたいんですが、でも P4Next というのはどういう使用環境を想定しているかというと、ある程度のマイクが接続されている条件で、しかもなんかこうとんでもないところにあんまり行かないんですよね。突発的な何かというのは少ないという、そういう環境ではしっかりと自分でゲイン調整をして使い始めるという文脈においては、32ビットフロート録音デュアル AD までを必要としないのかなという。それからマイクのダイナミックレンジっていうのが限られてますから、一般に音声収録で使われるようなマイクであれば24ビットリニアで十分対応できる、シングル AD24 ビットリニアで十分対応できるだろうという判断なのかなと思います。必要性からだろうという。それからファイルサイズが32ビットフロート録音だと大きくなります。音声配信というのは 44.1kHz ないしはその下でも使っていたというぐらい、軽量なもの、ファイルサイズが大きくないという前提に立っているので、32ビットフロート録音にしてファイルサイズを大きくしてしまうことによるデメリットはあるだろうなという気がします。さらに、32ビットフロート録音にしてしまうと、配信をしよう、プラットフォームに投げようと思った時に書き出しの作業が必要になりますね。24ビット、48kHz あるいは24ビット 44.1kHz ないしは16ビットなどに書き出しをしてから配信に載せる、プラットフォームに投げるということになりますから、一手間増えちゃうよねということにもなります。あとはね、大事な問題があります。コストです。19,900円ですから。19,900円に対して32ビットフロート録音、そこまで必要性は高くないよね。でも時代の流れだし載せとこうかって載せた時にこれがもっと高い金額になってしまえば、それは私たちにとってはあまりいいことではないですよね。そんなようなことなんだろうと思います。ですから、P4Next が24ビットリニア32ビットフロート対応してないということはあまり気にすることのないことなんだろうなと個人的には理解しますし、いやでも32ビットフロート録音デュアル AD じゃなきゃ嫌だよという人にとっては別な機材がもうすでに用意されているわけなので、そちらをご検討くださいということになるだろうというふうに思いますから、各モデルの住み分けの結果必要性がないという判断に至ったんだろうなという認識であります。皆さんのご意見もお待ちしています。で、最後です。ポッドトラック P4 からポッドトラック P4 Next 発売になりましたと言って、多くの意見は、私が観測した中の多くの反応はとても好意的、とても興奮している、とても興味が高いということになりましたけども、 P4 時代の不具合に対して不安感を感じている方がいらっしゃいました。何かというと、実はポッドトラック P4、私も検証しきれてませんけども、 Mac ユーザーの方で書き込みエラーが発生するという不具合が実はありました。私も遭遇したことがありますし、私の知り合いのポッドキャスターさんからいっぱい相談をされました。
でこれファームウェアのアップデートが入って一応対応されているんですけども、発生原因がよく分かってないんですよね、私のレベルでは。なので、そこに対する不安を感じている方は実はいるんだろうなと思っていたんです。で、この P4Next の今日のレビューにあたって実はひまちゃん Mac ユーザー、私 Mac 持ってなくて現在で、ひまちゃん Mac ユーザーなんです。ひまちゃんにこの P4Next で、30回ぐらいかな書き込みのテストをしてもらったんです。大体発生するのが、原因は分かりませんけども、大体発生するのが Mac ユーザーの環境で、録音開始から2、30秒以内に書き込みエラーが発生するっていう2つの要件が特定できているので、この状態を何回もやってもらったんです。Mac でファイルの転送をしてもらったり、Mac にオーディオインターフェースとして接続してもらったりしながら、30回は大げさかな。5回録音開始で30秒観測で停止みたいなのを5回を4セットぐらいかなやってもらって、でひまちゃん自身もやってくれてたので、30回は大げさかもしれないですけど、それなりの回数やったんですが全く問題ない。そう SD カードもうなんだか分かんない怪しい SD カード使いました。私が持ってる中で一番信頼性の低い SD カードを使ってみたんですけど、でも、エラーは発生しませんでした。ただしサンプル数1です。サンプル数1ですから、確証があるわけではありません。そこも旅するポットトラック P4Next の一つの理由になりました。じゃあここからは皆さんご興味を持っていただいていれば嬉しいんですが、旅するポットトラック P4Next 企画発表します。私はこの2020年ポットトラック P4 の発売時点でこのポッドキャスター向けレコーダーというものに対してものすごく衝撃を受けたのと、このサイズ感、コンパクトさ、そして価格も安かったんです。なのでこの P4 を2台自費購入をして、ポッドキャスターの皆さんに使ってもらうという貸し出しキャンペーンを行いました。大変ご好評いただいてというかご協力をいただいて、ポッドキャスト仲間の方21組かな結局にご協力をいただいて、各番組で P4 を使って配信をしてもらったというイベントをやりました。半年5ヶ月ぐらいかかってやりましたけども、はい、この旅するポットトラック P4 を改めて旅するポットトラック P4 Next として今回企画イベントを企画中です。詳細はまたウェブでご案内をしますけども、私からこの P4 を無料で貸し出しをいたします。今これはZoom さんからご提供いただいたものなので、これが1台と、あと自費で今購入をしているのが1台あって2台体制、今回も2台体制です。で、だから最初は1台かな。でその今発注してるやつがいつ来るか分かんないんで、来たら2台体制になりますけども、その2台をお貸し出しします。で、ウェブ応募フォームに応募していただいて、条件があった方に対してスケジュールを調整した上でお貸し出しをします。無料でお貸しします。ただし、私に対する返却分の送料のご負担はお願いしています。それから壊さないでください。壊したら弁償してもらいます。壊れたはしょうがないですよ。壊したら弁償してもらいます。で、条件としては必ず配信で1回以上配信に使ってください。P4Next を使ってください。P4Next のレビューをするという配信でなくても構わないです。今日は旅するとポットトラック P4Next で借りた P4Next で収録配信をしていますと言っていただければ、もう最低条件はクリア OK です。ただし、番組内か、あるいは番組に関連したブログノートとか、概要欄とか何でもいいんですけど、テキスト情報でこの P4Next の感想は教えてください。発信をしてください。
で、その番組配信会とその関連した記事があれば記事、ツイッターとかでもいいですけど、は私に教えてください。私の方でキュレーションします。特集ページを1枚作ります。という感じかな。で、貸し出し期間は12日間の予定。これちょっと詳細でまた変わるかもしれないんで、詳しくは詳細の方ですけども、今のところも想定では12日間、私からお送りして、皆さんのところから発送してもらうところまでで12日、到着から発送までで12日間っていう形かな。前後余裕をとって2週間と見てるんですけども、12日間です。お送りするのは P4 NEXT のみ。マイクとかはご自身のものを使ってください。SD カードもご自身のものを使ってください。電池もご自身のものを使ってください。Mac ユーザーの方大歓迎です。ぜひ書き込みエラーのテスト検証にご協力をいただきたいということで Mac ユーザーの方も大歓迎。それから、普段 BGM やジングルなどポン出しを使っている方大歓迎です。ぜひフェードアウトショート、フェードアウトロングを使ってみてこんなに便利になったんだ。いやこれはちょっと不足だなっていうのを教えてください。それから、リモート収録をしている方大歓迎です。USB を使ってビデオチャットやディスコードみたいな音声チャットの機能を使っての遠隔収録をしている感じ、それから TRRS 端子を使って、スマホを接続して収録を使っているなんて方も大歓迎です。ノイズに悩まされている方大歓迎です。ファンノイズ、パソコンのファンノイズで困ってるのよって言い方も使ってみてください。AI ノイズリダクション使ってみてください。それから音量差とかそもそも音圧で悩んでいる方大歓迎です。コンプレッサーの機能を使ってみてください。P4 ユーザーの方大歓迎です。もちろんね AG03 とか他機材使っている方も大歓迎です。音声配信、ポッドキャスト、ボイシーとか、それから X のスペース配信、スタンド FM 大歓迎です。プラットフォームにはこだわりません。あと YouTube ライブとかでも構いません。動画配信の方でも結構ですよ。動画配信でも結構です。はい。ただしアマチュアで営利じゃない活動としてやっている個人や団体に限ります。他仕事としてやってらっしゃる方は自分で買ってください。いう方。で、今回は私と一緒にこの旅するポットトラック P4 NEXT の企画を楽しんでいただける方、ご理解いただいた上で一緒にイベントを作り上げてくれる方というのが一番大きい条件になりますので、そこもご注意ください。ただ借りてやってレビューいいやとかそういうのはダメです。ダメです。一緒にイベントを盛り上げてください。忖度一切不要です。気に入らない点があったらもうこき下ろしてください。もうダメな点は全部言いましょう。もうよかったらぜひね褒めてください。なかなか私たち日本人っていい点を口に出さないっていうところありますから、良かったことはぜひ共有をしてください。そうやった中で一緒にポットトラック P4 NEXT のいいところ悪いところをいっぱい共有をして、こんな風に使ったら便利だね、こんな風なシチュエーションに良かったよっていうのを皆さんと共有していくイベントにしていきたいと思います。今鋭意企画を仕上げている最中ですので、詳しくは概要欄に、準備ができたら概要欄に、リンクを貼っておきます。それから、x.com の方で、つぶやくようにしますので、そちらのもフォローをお願いします。P4 NEXT いかがでしょうか。もうちょっと興奮冷めやらぬ感じでうまくまとまりがないかもしれませんけれども、いっぱいお話をしました。大変にこの P4 からの正当進化、今 Zoom が持っている技術的資産をふんだんに投入した、次世代を担う、これから数年間を担っていく主役機になるであろうポッドキャスター向け、音声配信者向けの機材に仕上がっていると私は感じました。ぜひ皆さんが使ってみての感想、この動画を見てみてのコメント、あるいは私の説明に対するツッコミなど、コメントにいただければいいなと思います。以上、インストチャンネルコーヒーでした。ありがとうございました。